時を超える亡霊、ファントムガンダム&ゴーストガンダム。EMSTC-02 ファントムは漫画機動戦士クロスボーンガンダムゴーストの主人公機であり、フォントボーが登場しました。そして作中で物語中盤に回収を受けた後は新たに XMXX ゴーストガンダムの名が与えられました。また続編機動戦士クロスボーンガンダムガストではさらなる回収を受け、ファントム V2 回として登場しており、長谷川雄一氏と加藤はじめ氏の合作としてデザインされました。少数精鋭の特務部隊サウザントカスタム、通称サーカスのモビルスーツのうち2番目に開発が認められ、一騎当選をコンセプトにしたワンオフ機であるサーカスのモビルスーツの中でも惑星間コウコウという特殊なコンセプトを持っていましたが、様々な欠陥からそれを実現できず、失敗作として打ち捨てられていました。しかしフォントの技術力や起点によって本来の性能が引き出され、主人公機にふさわしい活躍を見せていきました。今回はそんなファントムについて解説させていただきます。オタクをなめるな。時は宇宙世紀王150代、宇宙戦国時代と呼ばれるこの時代、資源の乏しいコロニー国家軍の軍隊では量よりも質が要求されており、コロニー国家軍と同じく資源の乏しい木星共和国も同じような状況となっていました。そんな中、木星共和国のタカ派の技術者たちはローリスクハイリターンを突き詰めた一騎当選をコンセプトとしたサーカスの機体開発計画を立案しました。これに対して木星のユピテル財団はタカ派のガス抜きを狙って計画を認めつつも、要求スペックを異常なまでに引き上げて開発を困難にすることでタカ派への妨害を目論みましたが、予想に反しタカ派の技術者たちは要求に応え、サーカスの開発計画を次々と実現させていきました。ファントムはその2番目として開発された機体ですが、技術的に複雑な背景を持っています。漫画機動戦士クロスボーンガンダムの作中ではザビーナ・シャルの離反により木星帝国がクロスボーンガンダム X2 のデータを入手しました。その後、漫画機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートでは X2 のデータから木星製モビルスーツである天草が開発されました。そして漫画機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人では新総統カリストがサナリーから F99 レコードブレイカーのデータを強奪しており、ファントムはそれらのデータを元に開発されていきました。そのためファントムは木星悲願ともいえるミノフスキードライブにより単独での惑星間航行能力の実現を目的として開発が進められているので、機体を構成する4つのブロックの位置を入れ替えて巡航性能を向上させたモビルアーマー形態ミラージュ画像への変形機構を備える可変モビルスーツとして開発が進められていました。しかしミノフスキードライブは F99 や V2 ガンダムと同様未成熟な技術だったため、莫大な余剰エネルギーを光の翼として放出する必要があるという欠陥を有することになりました。さらにファントムのミノフスキードライブの完成度は同時期にリガミリティアで開発された V2 ガンダムと比べると 50% に満たないほどのものでしかなかったので、余剰エネルギーをまとまった光の翼として放出できていた V2 にも増してミノフスキードライブの行き場が不安定となってしまい、その改善のために余剰エネルギーを排出するため多数のサブスラスファーを配置、さらに不安定な粒子を強引に収束するため強力な I フィールドを展開する I フィールドジェネレーターが全身に増設されました。なお本機のフェイスエクステリアとツインアイは放出される粒子からメインカメラを防護するための装甲なので、メインカメラ内部は木星系モビルスーツのモノアイとなっています。このような試行錯誤によって推進システムを作り上げた結果、ファントムは不安定ながらも優れた推力機動力を獲得しており、特にミラージュ画像形態の加速力巡航能力においては目を見張るほどの性能を発揮します。ただし V2 ガンダムにはミノフスキードライブによる管制緩和機能が搭載されているため、スペック上は 20G での起動も可能とされますが、ファントムは作中で 4.8G の加速をした際にフォントが気を失いそうになっていることから、ファントムには管制緩和機能が搭載されておらず、急減速時にはパイロットが耐えきれないほどの負荷がかかり危険な機体ということがわかります。なおそのような激しい動きを想定してか、コックピットは本体との接続を解除することで水平に保つことができるようになっています。また莫大なエネルギー消費と排熱の問題が生じたため、本機は稼働時間が
極端に短い機体になってしまいました。この欠点により、本来の目的である長期間連続運用を伴う惑星間航行は不可能となり、元来のコンセプトを達成できなかった失敗作の烙印が押されることになりました。また、本機の制御には F99 と同様のバイオコンピュータを採用する予定でしたが、そのバイオコンピュータに F91 と同様組み込まれていた8掛けの吊り橋の配線が原因となって、システムの解析が進まず、補填のために完成を急ぐ高波上層部の一行によって木星系 OS も搭載されることになりました。しかし、2つのシステムの相性は劣悪で、結果としては軌道制御すらまともに行えず、通常のモビルスーツとして起動させることすらままならない作動不能状態になってしまったので、本機は未完成の欠陥機としてサーカス母艦ビッグイベンター内部に放置されていました。なお、光の翼の放出がうまくいかないことが分かったことから、ミラージュ画像形態の実現は断念され、機体内部に物理的なロック機構を仕込むことで変形機構は封印されていました。そのため、後にフォントはフレームソードによる自陣でロックを破壊するという強引な変形機構の解放を強いられています。変形コードはミラージュ画像だ。このようにいくつもの欠陥を抱える本機ですが、それによって副次的に獲得した機能も存在しました。まずミノフスキードライブ起動時、全身から放出された光の翼のエネルギーが同時に展開されたアイフィールドの嵐によって強引に抑え込まれることで、揺らめく炎のような形となります。これがファントムライトと呼ばれる現象です。この時、アイフィールドの嵐によって種類を問わずビーム兵器は無力化されるため、ビームシールドでの防御が不可能だったベスパーですが、その例に漏れず受け流すことが可能となります。作中ではこれを活用して、かつてのクロスボーンガンダム X3 のように敵のビームサーベルを手のひらから発生させたアイフィールドで受け止め拡散させる戦法も見られました。また、本機のメインウェポンであるビームサーベル、フレイムソードは、同じく、アイフィールドの嵐の影響を受けて、ビーム刃の収束、形成が不安定となることから、こちらも、揺らめく炎のような形状をしています。さらに、本機の利点として、ミノフスキードライブ本来の機能として、出力、機動力が大幅に向上し、大型モビルスーツを、単純な力のみで振り回せるようになるほどになります。しかし、このファントムライトは、本来の仕様には存在しない偶発的に獲得した機能がゆえに、膨大な排熱が必要という欠点が未解決のままなので、F91 などと同様の強制2段階排熱機能、フェイスオープンを用いても放熱が追いつかず、最大起動時は15分でオーバーヒートを迎えてしまいます。対策として、使い捨ての強制冷却用カートリッジをバックパックに搭載することができますが、それでも延長させられる稼働時間は15分にとどまります。なお、ミラージュ画像形態では、推進ベクトルやエネルギー循環効率などが長距離移動に適した形へと再構成されるため、冷却効率が改善されますが、それでも3分程度の延長が限度とされています。なお、発生する光の翼の形状にいくつかパターンが存在することから、後の時代では、炎状のエネルギーがファントムフレイムと呼ばれるようになっています。武装としては、まずメインウェポンとして、腰部に2本装備された大型のビームソード、フレイムソードを持ちます。高度なアイフィールド制御能力を有するため、ビームシールドに対して、シールドのビームを巻き込んで無力化することも可能です。また、ビームを発さずに、デバイス部分を加熱することで、ヒートナイフとして使用することも可能です。作中では、この状態で、機体内部の封印機構を破壊し、ミラージュ画像形態への変形機能を開放しています。また、HG144分の1番の説明書では、フレイムソードにも、ファントムライトと同様の技術が用いられていると説明されていることから、そもそも、フレイムソード自体が、本機のミノフスキードライブが有する特性を武器に転用しようとした装備であると解釈することができそうです。当初の装備はフレイムソードのみでしたが、フォントが本機を奪取した後、戦力不足を補うため、ブラックロー運送に発注したバタフライバスター B を装備するようになりました。これは、クロスボーンガンダム XO のバタフライバスターをもとに最新技術でリニューアルしたもので、オリジナルよりも出力が約 12% 向上しています。また、XO の多目的攻撃兵装、クジャクを用いる場面も描写されています。ブラックロー運送が、バタフライバスター B と同時期に開発した本武装は、村正ブラッサーとピーコックスマッシャーの機能を併せ持つ複合兵装で、
14本のビーム刃を展開するバスターモードと、15門の方向からビームを一斉に発射するスマッシャーモードの2形態が存在します。キゾ中将との最終決戦では、ミダスの武装カイザースタッフと相打ちになり、破壊されています。作中では、サーカスに捕らえられたフォントが、母艦ビッグイベンターナイフでファントムを発見し、自作 AI パルロのサポートによって木星 OS での起動に成功します。残るバイオコンピュータの問題も、フォントが八掛の吊り橋の配線の理論を思い出したため解決し、かつて日の目を見ることのなかった進化を発揮。同じサーカスモビルスーツのガラハドヤでスキズを退け、脱出に成功します。その後はセルビエンテタコーンの戦力として胸部に小さなシャレ神戸のレリーフが追加されました。なお本機は本来ガンダムとして開発された機体ではありませんでしたが、フォントは心の中でファントムガンダムと呼んでいます。その後フォントはファントムで幾多もの戦いを乗り越えていき、マリアシティでの戦闘では発射されてしまった核ミサイルを迎撃するために機体内部の封印機構を自陣によって強引に破壊して変形機構を解放し、そしてミノフスキードライブを用いた超高速飛行によって飛来する核ミサイルを迎撃しました。しかしその結果、機体には深刻なダメージが発生したため、X オートとも幽霊船から発見されたクロスボーンガンダム X1、X2 用の補修パーツを用いて回収され、本機はゴーストガンダムへと生まれ変わることになります。本機はカーティスによって正体不明機の2号機を意味する海賊軍ゆかりの型式番号 XMXX とフォントの好みを組んだゴーストガンダムの名が与えられ、正式にガンダムと呼ばれるようになりました。またこの時初めてカーティスから正式にフォントの登場機として認められました。キンケドゥナウ、きっとトビアという少年はあなたをそう呼んでいたんでしょうね。もともとファントムの設計ベースの片割れである F99 レコードブレイカーは F97 クロスボーンガンダムの量産機 F97E フリントのパーツを流用して作られた機体だったので、結果的にクロスボーンガンダムのパーツ群をファントムに転用するのは比較的容易でした。特にカメラアイ等のセンサー系はクロスボーンガンダム XO と同様のものへと換装されたので、よりガンダム的なデザインに近づきました。ただし最終決戦の際にはミダスの特殊装備ミダスタッチフラッシュという視覚センサーを通じて対モビルスーツ用コンピュータウイルスを送り込む装備に対抗するため、左側のカメラアイのみファントムの木星モノアイに戻され、オッドアイのモビルスーツとなりました。また本機は外惑星探査中にカーティスが発見したレアメタルが全身にコーティングされたため、対ビームコーティングと対実弾のリアクティブアーマーの機能を獲得しており、装甲色が銀色になっています。ゴーストガンダムは心臓の腰部補助スラスターが搭載され、逆ブーラメンのダクトの大型化、バックパック装甲の形状変更、ベルトマガジン上に連結した強制冷却カートリッジの搭載といった変更がされていますが、装甲の変更と相まって機体の軽量化と冷却剤循環系の効率化に貢献し、ファントムライトの稼働効率向上と稼働時間の延長、そしてミラージュア像形態の飛行能力の向上につながっています。さらに他の変更点として、同じく外惑星探査で入手した物質を使用した混合液がコックピット内部に充填されるようになりました。この液体は通電すると電圧によって粘性を任意に変容させることが可能なので、衝撃に対してコックピット内の空間そのものをジェルクッションとして機能させます。そのため搭乗者にかかり強いGが軽減されるようになり、さらなる高機動戦闘が行えるようになりました。なおこの混合液はデスフィズ等の他の機体にも採用されています。武装としてはファントムのものに加えて両腰のサブスラスターフレイムライフルが増設されました。サブスラスターから放出される粒子が機体のアイフィールドで収束されるため、発射されるビームが曲がるという特性を持っていますが、同時に機体のアイフィールドによってビームが不規則な軌道になってしまうため命中率は低く、射撃武装としては完全な失敗作とされています。しかし曲がるビームは敵パイロットをひるませるには十分な脅威なので、牽制用として使用されるほか、フォントはこの仕組みを応用し、機体各部から放出されるファントムライトをアイフィールドで絞り込んで全方位にビームを放射する攻撃を繰り出しています。他にはシザーハンガーがバックパックに追加されており、クジャクとジョイントすることで
XO を牽引することが可能です。作中ではキゾ中将がカルミダスとの交戦時にミダスタッチフラッシュによって動きが封じられてしまったため初戦は敗れてしまいました。しかしミダスタッチフラッシュのからくりを理解したフォントが左側のカメラアイを木製モノアイに換装して2系統のセンサーを組み込んだため最終決戦ではウイルスの侵入を退けることに成功し、デスピズと共にミダスと互角に戦い、ミダスのビームマントをファントムライトで炸裂させて辛くも撃破しました。しかし勝利はしたもののフォントとベルはゴーストが破損して帰還が困難になってしまったため、自分たちが入った冷凍睡眠カプセルをゴーストに任せてカーティスたちが回収してくれることを期待して自動操縦で地球と月の軌道に乗りました。しかしビーコンの故障によって回収されることなくそのまま漂流してしまい、15年後カプセルともどもジャンク屋によって回収されることになります。こうしてまさかの時を超えたフォントは自身をゴーストと名乗り、非対名をファントムと呼び、再びベルとともに独自の行動をとっていくことになります。その後漫画「機動戦士クロスボーンガンダムダスト」の世界ではフォントはカラーリングを元の緑色に戻したファントムに登場していきます。本作に登場するファントムは装備の際を説明するためファントム V2 と呼称されます。本作の舞台となる宇宙世紀王160代では地球圏は乱世になり技術レベルが低下したことからただでさえ複雑なファントムを従前に整備できる環境がなくパーツに負担がかかったまま稼働させており、前世紀に比べ 75% の性能をキープせずにとどまっています。また本機最大の特徴であるアイフィールドは対ビーム兵器に強いという利点を持つものの、この時代技術レベルの低下からビーム兵器を保有するモビルスーツが希少化して実体弾での戦闘が主体になっているので優位性が失われています。しかしそれでも元のスペックの高さや成長したフォントの操縦技能から依然として最高峰の戦力として立ち回っています。そんな本機の新装備として左腕にデスピズを参考に作られたノーズローターが装備されました。ビームシールド、ビームローター、ビームカッターの機能を併せ持ち、さらにアイフィールドを利用することでビームダルカンとしても使用できます。ミラージュアゾー V2 形態ではノーズローターを機種に取り付けることで推進力を獲得し、出力が低下したミノフスキードライブへの負担を軽減させていますが、15分という稼働時間は変わっておらず、さらに全身にファントムライトを展開した際の活動限界が15分から5分へと短くなっており、性能の低下が感じられます。またフレームソードの機能も回復できていないので、しばらくは武装はノーズローターのみとなっていました。作中では運送会社の無敵運送と連邦軍最高を目指す特殊部隊キュクロープスの戦闘に介入し、最終的にキュクロープスのアーノルド・ジルベスターを救出したフォントはキュクロープスの側につくことを決めます。そして本機はキュクロープスで解析を兼ねた修理を経ることで少しずつ元の性能を取り戻していきました。なおキュクロープスではファントム V2 を元にしたファントム量産機計画にて量産型ファントム試作1号機ブランファントムが開発され、さらにそこから低コスト化およびミノフスキードライブの性能向上を図ったノエルレイスも開発されています。フォントはキムの国の戦いでファントムのフレームが用いられた兄弟機であるクリキリ王のバロックに敗北してしまいますが、無敵運送の援護もあって離脱に成功しました。そしてクリキリ王との最終決戦に向けてさらなる調整を経た姿がファントム V2 回となります。本機は十分に長い時間をかけて回収され、推進能力が 12% 向上しました。ファントムライト展開時の稼働時間については冷却カートリッジなしで元のファントムが15分、ファントム V2 が5分となっていましたが、本機は1時間と大幅に延長されるなどファントム最大の欠陥であった継戦能力も改善されました。武装に関してもブラックロー運送とも接触できたため、フレームソード、フレームライフル、クジャクが復元されており、さらに対実弾戦にも対応するためノーズローターを改良したミスティックシールドを装備しています。そのため本機はファントム史上最高の総合性能を誇る機体として仕上がりました。作中ではノエルレイス隊を率いる隊長機として最終決戦に出撃します。アンカー V3 を狩るアッシュとコロニーを10人ごと無事に地上へ下ろすという
前代未聞のダスト計画の是非をめぐる一騎打ちを行い、フォントは最終的に敗北するも、ダスト計画の支援に回ることを決定。そして、アーノルドのレイス・ボレケーノや部下のカル・ノエル・レイスたちと共に、光の翼を一斉に展開することでコロニーおろしに協力していくのでした。余談ですが、ファントムは作中でガンダムじゃない機体という位置づけのため、フォントは心の中でファントムガンダムと呼ぶものの、他の人物からはファントムと呼ばれています。また、ゴーストガンダムはカーティスがフォントの好みを組んでガンダムの名を付けた機体となっています。そもそもファントムがガンダム扱いされていない理由については、開発系譜上、サナリーが開発した F91 はあくまで過去のガンダムに似ている外観なのでガンダムと呼ばれるようになっただけで、厳密にはガンダムではないという話や、ツインアイナイフが木製の物合いになっているところから来ていると思われますが、漫画「機動戦士ガンダムファステストフォーミュラ」では F90 がガンダムとされていることを踏まえると、まさしくガンダムの定義がわからない機体と言えるのではないでしょうか。複雑な開発経緯を持ったファントム、あなたはガンダムと呼びますか、それともガンダムじゃない機体と扱いますか。ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今日から俺はお前をファントムガンダムと呼ぼう。主に俺の心の中で。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。